残された時間は少ない。リンネガンをマダラの手に渡すまいと抵抗しているんだ。心音も聞こえない。なんで医療忍術が効かない。だが助かる。だからこうして急いでいるのだ。そいつをわしの代わりとして入れろ。それでナルトは助け、奴の春心が実はわしの封印式に書き込む。そこまであとどのくらい。まだ数キロ。よし。春心どころか体が動かぬ。カインを援護するわよ。まだ僕の質問に誰も答えてないだろ。サスケのところへ行くんだ。どけこの野郎。あら、せっかくのおもちゃ壊してくれちゃって。にしろ。すげえ。オロチマルのやつ抜けおったか。まあいっか。向こうへ行ってももう遅いからね。にしてもあやつ何者じゃ。サスケが感知できねえんだよ。これが陸道の力か。俺ってばほかげになってどの先代も超えてやるんだってばよ。行かせない。行かせてたまるか。オロチマルはサスケの状態によっては体を奪いにかかるかもしれない。サスケのいた場所に誰かいる。チャクラに覚え、すごく嫌な感じがする。彼の風はここまでかしら。カーリン、だからってそんなに飛ばすとすぐバテるわよ。はい。ですがバッテです。あれはガーラ君の砂。さくらさんも控えぞリー。てんてん。ネジよ、なぜ私を一人にしたのよ。ネジ、本当に許さないんだから。カカシ、早く左目を。左目を敵の手に渡すわけにもいかないしね。少しばかり体が重い。何か胸で使えてやる。はい。もうオビトの意識がはっきりしてない。チャクラを感知仕様に変えてみる。こっちに気を取られすぎたな。何があった。ナルトの中のキュービが抜きた。ナルトのキュービからの伝言だ。4代目火影。カカシ、奴を頼む。行ってくる。気をつけて。あ、子供の顔を見るまでは絶対に死ね。心配事が2つになるわね。どんなことがあってもどんな手を使う。女心に無鈍感で。ちょっと待って。先生に歯向かって。とにかく僕は火影だよ。父親だから。ナルトはどうなんだ。遅いぞ。ですがこいつらからキュービの半身も奪っておきました。やはり4代目のキュービはあの黒いやつの中か。あんたに話がある。マダラ、あんたにとって俺は何だ。お前は俺にとって他でもない。お前が内葉マダラだ。それは
それは俺の道でもあった。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のことだ。その力を忍衆として解き、人々に伝え導こうとしたのが陸道仙人。努力となる忍術へとチャクラを変換するために陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎ、俺もお前たちも平和を追い求めるのと同時に争いを求めてきた現実がある。俺はそれを乗り越えた新たな世界を作る。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。素白派カムイ螺旋が何の真似だ。俺のやっていることはほかげと何ら変わらない。仲間の死体をまたぐだけだ。お前に全てを任せ、俺の先を歩かせてやったのだ。己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。己の名を語らせ他人に全てを任せること。おかげになってかっこよく世界を救うとこを見せてね。ほかげを語りたかった内派オビトだ。ほんの少しだが俺からその力まで吸い取ったか。偉そうなことばかり言ってやがる。昔からそうだ。今まで俺に値を上げなかったのはお前だけだ。父さんだ。じゃあな。おう、またな。そうだの。両方かの。やべえやべえやべえ、今日だけは遅刻するわけにはいかねえんだ。そんなやつにアカデミーに入る資格はない。この書類を出せば問題なく入学できるって。何よ。なんだよ、お前が悪いんだろ。その息よ。やっぱりカカシは私たちとは違うね。バカなやつ、またカカシに挑んで痛めつけられたんだって。きっと大変なんだと思う。あの時俺がお前の心に開いた虚しさに気づいていたら。サスケのいた場所に誰かいる。チャクラに覚えは。すごく嫌な感じがする。彼の風はここまでかしらね。青春パワーマックスでみんなのところへ行くぞ。カブト。こいつがカブト。チャクラが違うぞ。見た目もね。ちなみに嫌な感じがしたのって私のチャクラがまだ残っていたからかしら。カブトにサスケでカブケかサストだか知らないけどさ。てめえがサスケをやったんだな、この野郎。サスケのチャクラかすかに感じる。僕の医療忍術と研究し尽くしたあの柱間細胞。私が最も尊敬する二代目火影。そうです。僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。今までのものが納得できないなら、これはまだ僕じゃない。なんかさ、中身まで変わった。僕は今帰るべき場所をなくしたくないと心の底から願うようになった。だがもう自分が何者か分かっている。
そして己が何をすべきかも。かかし大丈夫かい？跳ね返って当たる瞬間にカムイで飛ばしましたから。カムイ！それともう一つ、体術による物理的ダメージ。チャクラの練り上げに時間がかかりすぎる上、長時間維持できない。つまり今この青き猛獣の出番ということになるな。八門遁甲、指紋の一つ前か。キムドラあの身の綱の体術もダメとなるとどうする？まだ体術がダメと決めつけるのは早い。しかしガイ先生、確かに望むことが全てできるわけじゃない。そしてこれは決して強がりではない。赤き猛獣となる時が来たようだ。君の父上だって。いいえ、俺が望んでいるんです。今じゃ天才エリートカカシとの勝負でも勝ち越しているほどだ。いい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ない涙で滲んだその先にやがてお前の名前は見つかるだろう。まったく見苦しい姿です。パパ、ごめんなさい。応援してくれたパパのためにも絶対に。体を動かすことぐらいしかアピールできるものがないんですよ。ガイよ、頑張れ。だがお前は間違っている。半分も言ってねえじゃねえかよ。ガイ、バカ野郎！己の努力を誤るな。お前の努力に失礼だぞガイ。その挑戦に真剣に取り組み。あれまたやってるわよ、あの親子。あれって虐待じゃない？やっぱり僕、忍術も剣術もダメだから。短所が分かれば長所が光る。お前の体術は今からもう光り出している。短所も長所になる。くどいことは丁寧なこと。お前子供とまた修行ごっこか？万年芸人がよくやるぜ。たくいい年して何が青春だってのよ。バカをバカと言って何が悪い？パパの悪口一回言ったら5発ぶん殴る。みんな言ってるぜ、芸人じゃねえ芸人だってよ。じゃあ俺たちは倍の20発だ。父親のことここまで言われて一発も殴り返せないとはな。